いやーほんと楽しいですねこれ。サイバーステップの KDJ1 見てよもうこれですよね。もう今私リアルタイムに打ち込んでたの分かりましたかね。まず、ここにドラムがありますね。全部で下にあるようにこれ分かるように6トラックあるんだよ。で、じゃあこれベースポイントはね、これ今この鍵盤ベロシティがついてる。これ今までこのスイッチ系のやつでベロシティついてたのってなかったんじゃないかな。すごいです。いい音してるね。これね、こういう楽器群を使って今リアルタイムで打ち込んでこれ出来上がったのがリアルタイムでこんだけできちゃってさ、このクオリティ、この音色の幅広さ、素晴らしいです KDJ は。でね、中身の方を見ていきたいと思いますが、このコンパクトな中にね、まず私このミディキーボード弾きましたけど、今 USB 経由でこうつながってるの分かりますね。 USB のこの平型の USB が刺さるってことはデバイスを使えるってことになるわけ。これね、今 MIDI で、キーボードのデバイスとしてコントローラーとして使ってるけども、当然これは USB ですからオーディオインターフェースも使えればね、Wi-Fi で飛ばすためのツールだとかね、いろいろ使えますね。さらにね、このミニの USB もあるんで PC にダイレクトにつないで、同時に使うこともできたりとかね、これはいろんな機能が付加されてきますから素晴らしすぎるこれね、今6つのトラックがあって、それぞれのトラックがこの今レベルって出てるようにこのミキシングがこうできるんですね。これね、見てる分かる通り完全タッチパネルでございます。どうよ、バリバリですねこれ。バッチリでしょ。でもちろんレベルでしょ。ここでパンでこうパンを決められますね。右左行ったりエフェクトの鮮度ね、いろいろできるんです。これモジュレーションとかピッチベンドとかそういうのがどういうふうに動くかとかね、そういうところを見ることができます。どうよ。さらにね、例えばこれスコアっていくと、これ見てください。スコアピアノロールだもん。ピアノロールこれですよ。これベースのパートね。これ色の濃い薄いがちゃんとベロシティの値でなってるの分かるよね。これ見るとこれ見て、ベロシティの状況までもちろん変えられますからね。これね、いやこれで範囲を指定してね、やったものをこう動かしたりとかいろんなこともできますね。でしょ。で、今ミキサー、スコア、そしてボイス、今出てるボイス、これモーグのベースですね。これね。で、このボイスに関して、いろんなことができますね。ボイスのゲインだとかもちろん当たり前にできますね。エフェクターも2系統使えるっていうのが分かりますね。今、3番の EQ ローをこう上げたりとか、エフェクトの2では今コンプレッサーかかってるね。例えばフィルターにするとか、いけるね。山ほどありますから。コーラスかけるとか、いい感じになりますね。という感じになるでしょ。でさらにシンセサイザー機能としてフィルター、これすごい。当然レゾナンスももちろん上がります。聞くねこれ。純粋にシンセだよこれ。いい音してる。見て、バイパスでしょ。ローパス12ね、ローパスハイパス、で24
もう 12dB、24dB までいってますよね。バンドパスもあるね。ハイパス、バンドイルミネートもありますね。よくできてますわこれ。ノイズもありますねこれね。普通にシンセサイズだもんこれでしょ。でモジュラーっていうところからいくと、そのモジュレーションのこのパッチング、もできてしまうというね。 L4 もありますねこれね。でさらにどのパラメータをどこのディスティネーションに対してどれくらいの、変調をかけるかみたいなこともできてしまうというね。純粋にもうバリバリに素晴らしいシンセです。これは間違いなく最高に楽しいですね。で今、このベースの音でやってますからね。それぞれが全部に効くわけよもちろん。これ例えばこういうパッドの音も、ね、パッドの音に対して、今のどういうことをかけるかなどできてしまうわけよ。よくできてますね。太鼓の場合またちょっと変わってて、ですね、ドラムキットの場合はこの全部で8つのパッド、ちょうどこの鍵盤にアサインされてるの分かりますね。それに対してどういう音色を使うかとか、そういうことができます。素晴らしい。なんということだって感じ。わかりますよね。非常にシンプルだっていうこと。このミキサーとスコアとボイス、ここで縦横無尽にいろんなことができるということですね。で例えばよ、ここで今クラビ選んでるんですよね。ここもちろん鍵盤でも選びますね。中に入ってる音色、これ今クラビって選ばれてますけど、こうするとほらもうすごい量の音色群がいっぱいありますけどね。プリセットは全部で200、ドラムキットも100。すごいです。非常に刺激的な音色が多いですよ。いやこういうねスラップベースの音もいいね。このノイズっぽい感じがいいよね。美しいパッド。いい音してるわ。これさっき使ったベースだね。こういう音いいね。ちなみに本体でももちろん弾けるでしょ。でここにねジョイスティックがあるんでね、これ上下でピッチベンド、横に行くとモジュレーションをかけていろんなことができますね。素晴らしいじゃない。ちなみに、印刷まだされてないけど商品はちゃんと印刷されますけどね。オクターブでこれボリュームを設定したりとかね。ちなみにこれスピーカーです。ステレオのスピーカーがしっかりとここに搭載されてる。めちゃくちゃいい音ですよこれ。実機も素晴らしいです。というようにいろんな、音色群がある。全部で200のプリセット、100のドラムパターン、ドラムキットっていうのがあるんだけど、でねここでいろんなパターンがいっぱいあるんですけど、このパターンがですね世界中のクリエイターが
ガンガンに、作って出来上がった、ものがいっぱいあるんですね。もちろん私も作らさせていただきましたがじゃあいくつか紹介しましょう。これねやっぱりこう KDJ1 っていうくらいですから、このエレクトロ系のサウンド、超かっちょいいですね。ここでね今私やったのはミュートプレイね。このボタンを押すとミュートでこうね、あたかも DJ プレイがごとくねできますね。これもエレクトロいってみましょう。思わず参加したくなりますかっちょいいわこれ。これねハード系エレクトロって感じだな。これいってみよう。バリバリにかっこいい。私の大好きなこのテクノ系レゲエ。もうバリバリにかっこいいです。 EDM でしょ。これでしょ。もう最高にかっこいい。バリバリです。これはビートポップ系のね楽しい感じで。
ユーロビート系いきましょうかね。ものすごいかっこいい。もう最高。チップチューン。バリバリですね。素晴らしい。ダークだアンビエント系いってみましょうか。これねご機嫌ですよ。でねこの曲は特にねこのモーションレッグっていう機能を使っていて、すなわちこうフェーダーの動きとかボリュームバランスとかパンとかねそういうのをね全部動かしながらやってます。ちょっとこの辺の動きも要注目。というような言葉でねできてしまうんですよ。どうですかサイバーステップ KDJ1。 ここにもね小さく書いてあるんだけどモバイルオーディオワークステーション。もうオーディオレベルでいろんな波形ももちろん入っててワークステーションとして自分の音楽を構築できる。もちろんエディットも完璧。もう普通に音楽制作をこれ1台でできてしまう。スピーカーもついてる。ヘッドホンもガンガンに使える。 USB のこのね、デバイスも使えて PC ともつなげられていろんなことができてしまう。すごいですよ。さらにねオーディオって言ってる子だからにはねオーディオのこの機能がすごいんですけどちょっとその辺をお見せしましょう。さてこの KDJ1 ですけど当然オーディオは使えるわけですよ手軽に。でねここに、用意しました iPhone ですけど iPhone ってマイクがついてるじゃない。これがもう非常に、手軽に使えるんでこのオーディオヘッドホンアウトからこの LINE インにつないでます。 LINE につながってます。で、もちろん普通にマイクをやってもいいんですよ。とかここにほら、最初に説明したようにこのデバイスの USB があるんでオーディオインターフェースから取り込んでもいいし、マイクで取り込んでもいいし、そういうことできますね。さて取り込みはね非常に簡単でこの地球マークのところのキャプチャーサウンドクリップこれでチェックワンツーほら
レベル来てますね。バリバリですね。じゃあレックしてみましょう。はい、氏家です。はい、どうも。チェックワンツー。ということで、これでエディット中身でしょ。ほら、入ってますね。プレイしてみますよ。はい、氏家です。はい、どうも。チェックワンツー。これ今これを流しましたからね。で、これで、ここのところでじゃあトリミングができるわけですよ。じゃあここからここまでにしましょうと。これでトリミングしますね。そうするとこれではい氏家です。いい感じでね。もうちょっと前からいこうかな。もうちょっと歯をこの辺にしようか。はい。ほらね、なりましたね。はい氏家です。いいんじゃないいいんじゃない。ということで入りました。でこれをライトします。ということでライトされました。で OK ということでセーブしますね。セーブされました。これをじゃあセーブされたものをレジスターってやってやると、その今入るとこに、ね、今 B の14番のクリップ、オーディオクリップのところに入りました。これで見てみましょうか。でね、今クリップここにありますね。シンセとドラムとクリップっていうのはさっきのオーディオのクリップのことなんだよ。で、この6番のトラックをクリップにしたんで、これでボイス中身見てみますね。ここで B の、14番を選んでみましょうか。入ってるかな。ドン。はい氏家です。はい氏家です。入ってますね、バッチリ。はい氏家です。これで音楽に合わせてはい氏家ですとなるわけですよ。こういうふうにオーディオも手軽に扱えて、しかもバリバリにできてしまうというところがはい氏家です。楽しいですね。はい氏家です。はいどうもどうもという感じでございます。いかがでしたでしょうか。サイバーステップと KDJ-1、スペック的にまとめますと64音ポリフォニックで、波形は 14MB 拡張可能なんだけど、ウェーブも波形が240、オシレーターが2機あって、10個のアルゴリズムのでいろいろできますね。でフィルターが7種類、プリセットは200ボイス100ドラム、オーディオは1ギガ、すごい1ギガだぜね。エフェクトは20で、シーケンサーはトラックが6つあります。でパターンも999、ソングも99、ベロシティのタッチパネルでございますね。でさらにもう何たって画面が素晴らしいじゃないね。タッチで全部できます。もうすごい反応のいいやつですね。で USB も平型の USB とミニ USB もついていて、 PC との連携も完璧と、もちろんヘッドホンアウトもラインアウトも全部ついてますからね。ラインインもついてる。これ完璧にもうこの中に凝縮された音楽制作マシーンと言えますね。まさしくね。で、最初も言いましたが、何たってスピーカーがいい音してます。バリバリです。ヘッドホンもものすごいいい音してます。もちろんスピーカーのボリュームとヘッドホンのボリューム独立してましたから、ちゃんと調整進めていきますね。で大きなポイントは、今電源つなげてるけど、これ中にバッテリーが入ってますから、10時間持ちます。これだけで10時間ですよ。10時間。もうこれは飛行機であれですね。ロサンゼルスとかね、パリとかドイツとか行ってる間でもうガンガンに使えますね。飛行機の中でね、充電する必要なしみたいな。新幹線ではもうね、北から南まで行けるんじゃないかって感じですけど、これは本当に素晴らしいと思いますね。ぜひサイバーステップ KDJ はぜひぜひ、トライしてみてください。私もガンガンに音色、パターンも作ってますので、ぜひ聴いていただきたいと思います。ご機嫌です。サイバーステップ KDJ-1 でした。